今回は NRX044 アッシマーを紹介します。NRX044 アッシマーは高高度戦闘を目的として開発された連邦軍最初期の可変モビルアーマーである。宇宙世紀0085オークランドのニュータイプ研究所で試作機が完成した。アッシマーのモビルアーマー形態は空力特性に優れた円盤型が採用されている。この形状により大気圏内での高速飛行が可能となった。この円盤型の構造は飛行能力の増大だけでなく防御力の強化という想定外の効果をもたらした。モビルアーマー形態時の飛行能力は良好で 26,000kg の推力を発揮し、マッハ3の速度を記録した。リフティングボディを採用したアッシマーは、航空機やサブフライトシステムを凌駕する飛行性能を発揮したのである。NRX044 アッシマーの高高度戦闘を完全にこなす迎撃機としての性能と、可変モビルアーマーでは、実現が難しい耐久性に優れた設計は、試作機に留めておくには惜しいものであった。その結果、地上拠点防御用の戦力として、少数が量産されることとなった。20機前後が生産され、連邦軍ダカール基地などに配備された。そして、議会選挙を図ったエウーゴ・ガラバ部隊と交戦を行ったのである。空中戦では、モビルアーマー形態から、モビルスーツ形態に瞬時に変形し、ビームライフルで攻撃する戦闘スタイルが多かった。モビルアーマーの飛行と、モビルスーツの柔軟な軌道を連続して行えるのが長所であり、その空戦能力は、エウーゴのニュータイプをも圧倒した。基本兵装は大型ビームライフルだが、RMS-106、ハイザックのビームライフルを携行した姿も確認されている。また、交戦中の RX-178、ガンダムマーク2からビームサーベルを奪って使用するなど、フレキシブルさを持ち合わせていた。登場作品は、1985年3月放送の機動戦士ゼータガンダム、2005年5月公開の映画、機動戦士ゼータガンダム1、星を継ぐもの、2005年10月公開の映画、機動戦士ゼータガンダム2、恋人たち、などです。NRX044 アッシマーの機体性能、スペックです。ガンダムマーク2との性能比較です。ジオングとの性能比較です。サザビーとの性能比較です。サイコガンダムマーク2との性能比較です。クイーンマンサとの性能比較です。
ノイエジールとの性能比較です。頭部は、モビルアーマー形態の機種となるため非常に大きく、モノアイレールも従来のモビルスーツに比べて広く確保されている。サブモノアイを3機搭載していたとする説もある。そして、頭頂部には大型アンテナを装備している。逆部スラスターは、モビルスーツ形態とモビルアーマー形態の両方で、推力の大半を担っている。推進システムは熱核ジェットエンジンだが、モビルアーマー形態時には熱核ロケットも併用されていたと言われる。また、かかと内部にもスラスターを装備していたと考えられる。肩部と前腕部に、モビルアーマー形態時の外角走行が流用される構造で、耐弾性と耐久性に優れている。出力の弱いビームを弾くほどの耐弾性を発揮した。近接戦闘用の武器を搭載していないため、敵機を殴打するケースもあった。変形機構を備えた内骨格に、モビルアーマー形態の特徴的なシルエットの外部装甲が分割して取り付けられている。初期の可変機らしいシンプルな機体構造により、試作可変機ながらも高い生産性を獲得している。モビルスーツ形態のバックパックとなるユニットには、2機のスラスターがあるが、モビルアーマー形態時には、機体内に隠れて使用不能となる。コクピットを内蔵する頭部ユニットは、モビルアーマー形態では機首に位置する。搭乗ハッチは、上部に露出する形となる。唯一の並走である大型ビームライフルは、機体底面のラッチにマウントされる。リフティングボディとしての特性を満たすため、隙間なくユニットを組み合わせた独特の形状は、耐弾性の向上という副次的効果を生み出した。機体底面に刻まれたスリットは、低速域での安定性を高めるための噴出口で、ホバリングノズルとして機能する。機体下部に折りたたまれた脚部スラスターがメイン推進ユニットとなり、後部のサブスラスターがこれを補助している。メインカメラとして採用されているモノアイは、3方向に展開するレールで視界を確保している。しかし、レールがかなり大きいため、被弾して機能を失うことも少なくなかった。モビルスーツ形態時のコクピットハッチは、頭部ユニットの右側面に設置されている。モビルアーマー形態時は、機首部分にコクピットがある。宇宙世紀0080年代後半に登場した第2世代のリニアシートと全天周囲モニターを採用している。一般的なモビルスーツのように、コクピットを胴体に配さなかった理由としては、変形機構により、胴体内部のスペースが圧迫されたためと考えられている。後に量産され、一般の部隊に配備されたことから、可変機でありながらも、操縦性は悪くなかったと思われる。アッシマーは、大型のモビルスーツに分類されるが、それに引けを取らないほど、ビームライフルも大型だった。そのため、取り回しは良くなかった。大型ビームライフルの出力は 2.6 メガワットで、同時期のモビルスーツよりも少し高い程度だった。重心上部の突起は、モビルアーマー形態時に機体と接続するコネクターである。ビームライフルのグリップは、機体と接続するときには折りたたまれる。宇宙用モビルアーマーは、機体形状の制約が少なく、出力の向上を大型化によって図っていたが、アッシマーは、飛行性能と火力の両方を求められていた。当時の初期の可変機開発技術では、モビルアーマーの性能を満たした上で、過剰な火力を持たせることが不可能であった。そのため、アッシマーは、外部並走のビームライフルを携行することとなったのである。マニピュレーターは、一般のモビルスーツに比べ、大型で、頑強な作りとなっている。これは、ビームサーベルなどの近接並走を持たず、マニピュレーターを用いた白兵戦が想定されていたためと思われる。アッシマーは、
モビルアーマーからモビルスーツに変形が完了する直後に、胸部の内部構造が完全に露出する。これは構造上の欠点であり、弱点でもある。この瞬間的な変形中の弱点を狙えるパイロットがいるとしたら、それはニュータイプか、それに近い存在であると思われる。モビルアーマー形態で着陸する際には、機体下部から4本のランディングギアを展開する。アッシマーの変形シーケンスを説明します。モビルアーマー形態からモビルスーツ形態に変形するには、1、バックパックユニットが後方にスライドして独立パーツとなり、上方に折りたたまれて固定される。2、下腕部のロックが外れて、肘関節とマニピュレーターが展開し、バックパック側面のパーツが後方にスライドする。3、ビームライフルをマウントした股関節パーツが回転しながら、下半身ユニットが後方にスライドする。頭部ユニットは、左右に展開していた装甲を閉じてロックする。4、頭部が90度回転してアンテナが展開する。胴体と腰部が連結して胸部装甲が閉じる。肩部装甲が起き上がって腕部が展開する。折りたたまれていた脚部が伸び、吸気口のシャッターが閉じて変形が完了する。ほぼ同時期に実戦投入されたギャプランやメッサーラに比べ、内部機構が装甲で防護されている。そのため、耐弾性が高く、量産化の要因となった。変形にかかる時間は 0.5 秒程度で、ゼータガンダムとほぼ同じである。変形機構が単純であったことを考慮しても、アッシマーの変形システムが高水準であったことがわかる。宇宙世紀0083に始まった可変機の開発は、グリプス戦役時に最盛期を迎え、ティターンズ主導の連邦軍によって多くの機体が生み出された。PMX000、メッサーラ、パプテマス・シロッコが手掛けた TMA で、木星圏で独自に開発された機体。初期 MA の機能と条件を高水準で満たしている。RX110、ガブスレイ、パプテマス・シロッコの技術協力を受けて開発された連邦軍初の TMS。複雑化を伴わないムーバブルフレーム構造により性能を高めている。RX139、ハンブラビ。グリプス戦役後期に連邦軍が開発した TMS。変形機構を簡略化して、オプション並走の運用が可能となったため、高い総合性能を発揮した。NRX044、アッシマー。連邦軍が初めて開発した大気圏内用 TMA で、高高度迎撃戦闘を目的とする。ムーバブルフレーム構造を採用していないのが特徴である。ORX005、ギャプラン。NRX044、アッシマーの性能を踏まえて開発された連邦軍製 TMA。ムーバブルシールドの可動式スラスターにより、変則的な機動性を発揮した。NRX055、バウンドドッグ。サイコニシステムを搭載した連邦軍製 TMA で、スカートアーマーの内側に機体を収納する得意な変形機構を有している。MRX009、サイコガンダム。村雨研究所で開発されたニュータイプ専用 TMA。制圧戦闘に主眼を置いた大型機で、モビルアーマー形態に変形が可能。移動用最適な運用を想定していた。MRX010、サイコガンダムマーク2。MRX009、サイコガンダムのコンセプトを踏襲したニュータイプ専用大型 TMA。ベース機とほぼ同じ構造の変形機構が採用されている。アッシマーのパイロットは、ブランブルターク。さすがに展開は早いな。醜いな。
宇宙人は空にいればよかったんだよ。ブランは、オークランド研究所に所属する、ティターンズの少佐で、強靭な意志と闘争心を持った軍人である。グリプス戦役において、地球に降りてきたエウーゴの討伐任務を与えられた。アッシマーの高い性能に誇りを持ち、敵機との性能の優劣をつけたがっていた。強いリーダーシップを持ち、強化人間のロザミアと共同戦線を張ることに成功。また、戦いをゲームのように楽しむ一面もあった。スペースノイドを軽視する傾向があり、エウーゴを宇宙人呼ばわりしていた。ブランブルタークの人物相関図です。ジャブロー侵攻作戦で地球に降りたシャアがアッシマーと戦います。その中でかつてのライバルアムロレイと再会します。そして一年戦争時代からシャアの片翼として共に戦ったロベルトを失います。ロザミアのギャプランとの波状攻撃でアウド村をかなり追い詰めます。アムロは機動力のない輸送機をアッシマーにぶつけます。何をする気だ、アムロ。引っ込んでろ、シャア。ロベルトのリック・ディアスとケネディ宇宙空港で戦います。一年戦争をくぐり抜けたシャアの片腕なので、かなり強いです。でかいだけで勝てると思うな。伊達じゃないんだよ。カミーユのマーク2、アムロのリック・ディアスと高高度戦闘を行います。眠りから覚めたアムロの戦闘力は凄まじく、7年ぶりとは信じられません。カミーユ、逃げろ。死に土産をいただく。アッシマーが、NRX044 アッシマーの動画はこれで終了です。この動画が気に入った方、応援してくれる方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。